皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。リスニングの練習をしていきましょう。今日のトピックは、ストレス解消法です。皆さんはストレスが溜まった時、どうやってストレスをなくしますか？どうやってリフレッシュしますか？今日の動画では4つのステップがあります。まずはじめに私がゆっくりのスピードでパッセージを読みます。そして次に今日のパッセージに出てきた便利な表現をいくつか説明します。3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してください。最後に今日のパッセージをネイティブのスピードで読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるかに挑戦してみてください。それでは始めます。ストレス解消法。日常生活で私たちはいろいろなことからストレスを受けています。それらのストレスに対して原因を見つけて取り除くことと同じくらい自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることが大切だと私は思います。ストレスの原因は一つとは限らず、また仕事や人間関係などの原因はすぐになくせるものではないことが多いです。自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることは、ストレスを打ち消すくらいの効果がある場合もあります。私のリフレッシュ方法を3つ紹介します。まずは、非日常の体験をするということです。例えば、今私は海のない場所に住んでいるので、海を見に遠出をしたり、湖や川に遊びに行ったりすると、普段と違う体験ができます。特別な思い出があれば、大変なこともまた頑張ってみようというポジティブな気持ちになります。次のリフレッシュ方法は、小さくて簡単な目標を作って毎日達成し続けるということです。これは今の生活のルーティーンとは全く別のものである方がいいです。例えば、私は運動を全くしないので、1日に10分だけ筋トレをすることにしました。これが20分や30分だと絶対に続けられずに自信をなくしてしまうため10分にしました。この10分の筋トレは筋肉をつけることが目的ではありません。毎日努力を続けられる自分を自分で褒めてあげることが目的です。そして最後のリフレッシュ方法は、思い切り笑うか思いっきり泣くということです。そのための一番簡単な方法は、お笑いの YouTube を見たり、感動的な映画を見ることです。暇な時間に理由もなくスマホを見てしまうことはありませんか？私はよくあります。そして気づいたら無表情で感情が何も動かず時間だけが過ぎていきます。人間は面白くなくても笑顔を作るだけで幸せホルモンが出るらしいです。そのため意識的に笑顔になれるようにすることが大切です。また、泣くこともストレスホルモンを体の外に出す働きがあるそうです。この3点が私が最近行っているリフレッシュ方法です。
それでは次に今日のパッセージに出てきた便利な表現をいくつか紹介します。まず、とは限らないとは例外があると言いたいときや、そうではない可能性があると言いたいときに使います。例文です。目が悪くなったのはパソコンやスマホが原因とは限らない。遺伝の可能性もあるよ。目が悪くなったのはパソコンやスマホが原因とは限らない。遺伝の可能性もあるよ。この店を利用するのは女性だけとは限りません。この店を利用するのは女性だけとは限りません。上司の言うことが正しいとは限らないよ。上司の言うことが正しいとは限らないよ。次です。打ち消すとは不安やストレスなどの感情を表す言葉とよく使う動詞で、何かでその感情をなくす、消すという意味です。例文です。運動はストレスを打ち消すために効果的です。運動はストレスを打ち消すために効果的です。彼の優しい言葉が私の不安な気持ちを打ち消した。彼の優しい言葉が私の不安な気持ちを打ち消した。先生のアドバイスが私の留学への迷いを打ち消してくれた。先生のアドバイスが私の留学への迷いを打ち消してくれた。次です。非日常とは日常では起こらないこと、特別なことという意味で、多くの場合、ポジティブな意味で使われます。例文です。日本への旅行は忘れられない非日常的な経験だった。日本への旅行は忘れられない非日常的な経験だった。ディズニーランドは非日常を味わうのにぴったりです。ディズニーランドは非日常を味わうのにぴったりです。ポジティブな文章だけではなく、ネガティブに使うこともあります。災害が起きて私の町では非日常が続いています。災害が起きて私の町では非日常が続いています。最後の表現です。感情が動くとは、喜び、悲しみ、怒り、楽しさなどの気持ちを持つことを指します。心が動くも似た表現ですが、心が動くは感動や喜びの気持ちが強いのに対して、感情が動くはどの感情でもいいというのが特徴です。例文です。誰とも話さずに毎日を過ごしているので感情が動くことがない。誰とも話さずに毎日を過ごしているので感情が動くことがない。この映画を見て感情が動きました。この映画を見て感情が動きました。感情が動かされたという受け身でもよく使います。誰とも話さずに毎日を過ごしているので感情が動かされることがない。この映画を見て感情が動かされました。それでは今日の動画に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。日常生活、ストレスを受けるに対して、原因、取り除く、大切とは限らず、仕事、人間関係、打ち消す、効果、非日常、体験、
海、遠出、湖、川、普段、特別な、目標、達成する、運動、筋トレ、自信をなくす、筋肉、目的、努力、褒める、思いっきり、お笑い、感動的な、暇、無表情、感情が動く、笑顔を作る、幸せホルモン、意識的に、働き。それでは次に今日の文章をネイティブのスピードで読みます。ストレス解消法。日常生活で私たちはいろいろなことからストレスを受けています。それらのストレスに対して原因を見つけて取り除くことと同じくらい自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることが大切だと私は思います。ストレスの原因は一つとは限らず、また仕事や人間関係などの原因はすぐになくせるものではないことが多いです。自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることはストレスを打ち消すくらいの効果がある場合もあります。私のリフレッシュ方法を3つ紹介します。まずは非日常の体験をするということです。例えば今私は海のない場所に住んでいるので、海を見に遠出をしたり、湖や川に遊びに行ったりすると、普段と違う体験ができます。特別な思い出があれば、大変なことも、また頑張ってみようというポジティブな気持ちになります。次のリフレッシュ方法は、小さくて簡単な目標を作って、毎日達成し続けるということです。これは今の生活のルーティーンとは全く別のものである方がいいです。例えば私は運動を全くしないので、1日に10分だけ筋トレをすることにしました。これが20分や30分だと絶対に続けられずに自信をなくしてしまうため、10分にしました。この10分の筋トレは筋肉をつけることが目的ではありません。毎日努力を続けられる自分を自分で褒めてあげることが目的です。そして最後のリフレッシュ方法は思いっきり笑うか思いっきり泣くということです。そのための一番簡単な方法はお笑いの YouTube を見たり感動的な映画を見ることです。暇な時間に理由もなくスマホを見てしまうことはありませんか？私はよくあります。そして気づいたら無表情で感情が何も動かず時間だけが過ぎていきます。人間は面白くなくても笑顔を作るだけで幸せホルモンが出るらしいです。そのため意識的に笑顔になれるようにすることが大切です。また泣くこともストレスホルモンを体の外に出す働きがあるそうです。この3点が私が最近行っているリフレッシュ方法です。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？皆さんのリフレッシュする方法があったら、ぜひコメント欄で教えてください。このリスニングプラクティスの他にも、私はポッドキャストのコンテンツも作っています。そちらは、この YouTube とSpotify で聞くことができます。はい、そして私は Patreon というフォーマットでメンバーシップを行っています。そちらではもっとたくさんのポッドキャストを聞くことができるので、ぜひそちらも詳細を見て私をサポートしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。